の手で連発できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はハンドガンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに軽量で使いやすい武器にしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、新たな連発の仕組みを開発します。こんな感じで、厚さ1センチの水晶をつなげたものに、電気を通して断熱効果のある鉱酸と、発熱するタングステン、熱で爆発する火薬をつけました。これなら、端から火をつければ、3連発できるんじゃないでしょうか。入爆してしまいます。温度を測っても、熱いのは右端だけでした。もっと間を空けても、結果は変わらなかったので、間にゴムの板を挟んでみると、よし、引火しません。どうやら間に物があると、引火は防げるみたいです。そこで、鉄の刃をセットした火薬を、鉱酸とゴム、タングステンで囲んだ玉を作って、細い水晶と一緒に並べていきましょう。これなら、先端から電気を流すだけで、連発できるんじゃないでしょうか。よし、誘爆せずに発射できています。でも、スペースが足りないせいで、発射される鉄の刃が前の弾の部品に当たって壊れてしまっています。これを防ぐために、もう少しスペースを空けた弾になるように作り直しました。これなら、後ろから発射される弾が通り抜けてくれるんじゃないでしょうか。早速付け直して、前から電気を流してみると、よし、これなら問題なく、後ろの弾も発射できています。壊すだけでは物足りないので、全部で10発並べました。かなり軽量なので、これでも片手で持てるはずです。ここからさらに、手に持って簡単に撃てるように、発射時に手から落とさないための、ベアリングを挟んだ配線と、そこにつくトリガースイッチ、コンデンサとバッテリーを取り付けました。よし、これなら、間隔を空けてトリガーを引くだけで、簡単に発射することができました。水晶のおかげで、前から順番に電気が流れ、コンデンサで一気にタングステンを加熱。弾を発射すると同時に、鉱酸が壊れて断線するので、次の弾を加熱するのを邪魔しません。後半の弾になるほど、トリガーを引いてからの発射が遅れますが、トランジスタを使わない効率的な仕組みですね。さらに狙いやすくするために、新型の照準器をつけましょう。4枚組み合わせたガラスを前後につけることで、ガラスの切れ目の真ん中を照準位置にしようとしましたが、ガラスだと見えづらいので、もう少し目立つものにしましょう。鉱酸だと色が濃すぎるので、水晶を混ぜました。これなら前後の水晶とガラスの境目を合わせるだけで、正確に狙えるんじゃないでしょうか。早速手に持って、撃ってみると、2発目を発射したとき、おっと、前の部品に当たりました。どうやら手に持った状態だと、当たり判定が膨らんで、うまく通り抜けないみたいです。しょうがないので、さらにスペースを増やした弾に交換しましょう。部品の体積は限界まで抑えているので、重量も軽いはずです。ついでに、それぞれの弾に、電気の動きがわかる LED を追加しておきました。この状態でトリガーを引いてみると、LED が光るので、どの弾に電気が流れるのかがわかりやすいです。でも、LED の取り付けをミスって途中で落ちたり、点灯しなかったりしています。こうならないように、LED を取り付け直しましょう。いい感じに取り付け終わったので、早速手に持って、前にある木を狙って撃ってみると、片手でトリガーを引くだけで、
しっかり弾を発射して、手からも落下しません。命中率もかなり高いですね。しかし、古代の要塞の砲台を狙ってみると、なぜか全然当たってくれません。そこで、照準器を確認してみると、困ったことに、後ろの照準器の位置がずれていました。狙いもずれるわけですね。正しい位置に移動して、さらにバッテリーを2本減らして、軽くしておきました。コンデンサがあるので、十分なはずです。これでようやくハンドガンの完成ですね。軽いのでもう一丁用意して、両手に持ったら、カメラに向かって撃ってみましょう。すると、いい感じに両手で連発できています。今回は反応を抑えるためのパーツを省略していますが、火薬が最小サイズなので、片手で十分反動を受け止めて、バシバシ撃つことができています。慣れるように輝く LED も、高価でいい感じです。では早速、先ほど当てることができなかったレーザー砲台を狙って撃ってみましょう。最初はなかなか当たりませんでしたが、よし、命中しました。そして横の砲台に狙いを変えると、連続ヒットです。新しい照準器もなかなか使えるみたいです。それではいつものように巨大な木から狙っていきましょう。最小サイズの火薬なので、ダメージはそこそこですが、しっかり命中して、耐久力を削ってくれています。そのまま連発し続けることで、2本の木の葉っぱを破壊することができました。続いて、ドローン工場の壁を狙います。せっかくなので、正確な射撃を活かして、レーザー砲台から破壊していきます。いい感じに命中してますね。偶然ですが、飛んでいるドローンのレーザー砲台部分だけを破壊することもできました。肝心の壁の方もトリガーを引きっぱなしにすることで、残りの弾を一気に発射して、バッチリ破壊できました。風力発電機の方も、レーザー砲台を狙いましょう。こちらもいい感じに命中して、破壊することができています。レーザー砲台を破壊した後は、プロペラの根元のモーターも狙って、破壊することができました。しかし、残っている弾が足りなかったので、柱を狙って撃ちまくっても、破壊することができませんでした。そこで、今度は最初から柱を狙います。よし、一発のダメージは低いですが、外れることなく命中しているので、少しずつ耐久力を削って破壊することができました。それでは次は、こちらのザオキャラの大群を狙って、ハンドガンで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。あまり狙わずに、二条拳銃でテンポよく撃っていますが、それでも結構当たっています。ザコキャラが吹っ飛んで、後ろのザコキャラに当たることもあるので、かなりの数のザコキャラを破壊することができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。こうやって照準器を覗いて、しっかり狙えば、ほぼ確実にヘッドショットを決められるほど、命中精度が高いです。重量も軽く扱いやすいので、普段使いできる実用的な武器に仕上がりました。そして、トリガーを引きっぱなしにすると、バッテリーの電気がゆっくりタング星に流れて、少しずつ温度を上げていき、一気に発射することもできます。でも、狙いは安定しないので、使わない方が良さそうです。それでは最後は、イエロースライムに効くように、銀の刃をそれぞれの弾に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って発射してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速バシバシ当てていくと、やったー！ 53,884 ダメージ。
巨大スライムを倒しました。弾がスライムに弾かれたのか。すごいダメージが出てくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ハンドガンさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、